今回は上野で開催中のミロ展へ行ってきました。感想とかいろいろ語っているおしゃべり会です。私なりの美術館の楽しみ方をご紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていただけますと嬉しいです。美術館に行ってきます。展示に行くときはね、作品の色っぽい服を選ぶんだけど、今日は黒いシャツに、これ中赤じゃなくて青が良かったんだけど持ってないからね、とりあえず原色だって思って原色の赤を入れて着ていきます。で、荷物はもう最低限って感じで、ノートもね、私は展示に行くときは持ってってます。なんかね、いい言葉がね横に書いてあったりするんで、それをメモするためのやつ、ちょっと計画を立ててみました。楽しみ計画。また遅くなっちゃいました。9時半に着いてようと思ったのに、混んでないといいなと思います。上野駅着きました。美術館の方に行きたいと思います。東京都美術館まで行きます。動物園がこれ看板なんですけど、看板を全部写すとまずいのですみません、チラッとです。今回ちょっと写せないところいっぱいなんでね、ここのスタバってなんかいつも混んでるよね。ちょっと買えなかったんで、コンビニのサンドイッチを朝ごはんにしております。歩いて東京都美術館にやってきました。ここでやってるね、展示はすごくいいものが多いです。っていうか、ここでやってるからちょっと行こうかなっていう感じで私は出ますね。東京都美術館なら行くかみたいな。はい、そんな感じで、もう早々にね、中の写真がちょっと載せられないので、ミロ展楽しんでまいりました。すごいよかった。まとめてみました。著作権の関係でね、現地の写真とかね載せられないんですよね。チラシのね、これコラージュこれからしようと思ってるんですけど、これもちょっとで、私美術館行った時ってこの装飾とか光の当て方とか影の出来方とか、そういうところがすごい気になるんだけど、ミロ展のね展示の仕方がかっこよすぎてね、それだけでも行く価値がすごいあるなって思いました。圧倒された。真っ暗でぼんやり周りの人が見えるぐらいの、こう隣に並んで3枚だけね、その一部屋に飾ってあって、1枚ずつ飾ってあって、その説明がここにこう書いてあるっていう感じなんだけど、ここがぼんやり光ってる真っ暗な夢の中でテレビの画面だけがついてるみたいな感じの展示の仕方してて、これかっこいい、良すぎでしょ。なんかちょっと不思議な怖い夢みたいな、本当に夢に出てきそうだった。浮かび上がって見えるんだよね。なんかこれポスターとか映画シリーズって出てるんだけど、カタツムリの輪行の後に導かれた夜の人物たち、この絵がね、ポスターで見るのと全然ね違った。オブジェとかも飾ってあって、足良かった。すごい足もお気に入り。この最後のショップの商品の陳列、これポストカードの図なんですけど、一個一個すごいいいのよ。ポストカード1枚がすごい芸術品、いい飾り方してて、それがね大好きでね、かっこいいのよね。並べ方がすんごい量作ってらっしゃって、でこの後ろがね、ちょっと紙がこれで言うとなんかちょっと浮かんでるのよ。ただペトって壁に貼り付けて展示してるわけじゃなくて、後ろになんか1枚ねかませてるんだよね。なんかちょっと浮かんでて影ができてる感じ。このポストカード一枚一枚の後ろ、これもかっこよくて、照明がねパッてしっかり当たるように配置されてて、その影の感じとね壁紙の色もなんかかっこいいしね、それをね見に行ったっていう。美術館行くとね、照明の数がすごいんですよ。こういうちっちゃな照明とか大きな照明がわーっていっぱいいろんな方向向いて設置されてて、立体物のね影とかもすごいかっこよくて、影もね多分計算されて展示されてると思うんですよね。内側にその切り抜きをしていこうかなと思っています。がっつり映っちゃうと著作権の違反になっちゃうので、こういう感じでチラッと映る程度に、もう何やってるかわからない動画になると思うんですけど、すみません。美術館ってねすごい敷居高いと思ってたんですよね。進撃の巨人展で初めて展示っていうのに行ったんだけど、お金持ちの人が行くイメージ、そうでもないんだなっていう。この同じ東京都美術館でやってたムンク展っていうのに初めて行って、ここでね良さを知りました。
映画よりちょっと高いぐらいの価格でいけるからね、好きな絵だけね見ればいいと思うのよ。全部見なくても。全部見るとねすごい体力も時間もすごいかかるから、私今回そうしたんだけど、パッてこう一周部屋入ってもうすぐ分かるのよね、自分の好きなこれ好きっていうものが。そこだけじっくり見るっていう見方がおすすめかな。私のお気軽美術館の楽しみ方だと。好きな絵ってお部屋入って即わかるから、私はそうしてる。音声ガイダンスイヤホンでね聞きながら、声優さんとか俳優さんが音声あらかじめ録音しておいてて、それを聞きながら美術館回れるみたいなやつがあるんだけど、今回ねそれ頼まなかったんだよね。時間ちょっと急いでたから。それを聞きながら回るっていうのもすごくね楽しい。それだとじっくり見れるかな、全部の絵を。そういう回り方も楽しいです。2300円だったかね、ミロ展は。ゴッホとかモネとかそういう有名どころから行って知らない人のところも行くのも楽しいし、でもね最終的には生きてる人をね好きになるといいと思う。好きな絵描きさんを見つけるのがねおすすめ。生きてる人ってさ展示とかでいるんだよね、本人が。で絵がね変えたりするんだよね、飾ってある絵が。それってねちょっとすごくないって。私全然アートだぜみたいな、アート好きですみたいな感じじゃなくて、いいなって思うものをね見つけるのが好きっていう、お気軽に全然いけるので、気になってる人ねぜひチャレンジしてみてください。アニメの展示もねクオリティ高くて面白いからね、アニメとか漫画とかの展示も。原画とかさ、漫画の原画とかこんな感じになりました。やっぱねこの東京都美術館のね展示はいいよね。なんかすごい見づらい動画になっちゃったと思うんですけど、インスタグラムだったら中の写真も載せて OK っていうのを美術館からご回答いただいて、様子をいろいろ載せておくので、よかったら私のインスタグラムも見ていただけたら嬉しいです。どう紹介していったり、やっぱり人がね時間と魂かけて作ったものだからリスペクトを持って扱わなきゃいけないなって思ってるし、でも美術館の楽しさを知ってもらえたらなと思って動画にしました。私のお気に入りのものみたいな感じで買ってきたものをご紹介するのは OK みたいなので、また別の動画でポストカードとかノートとかコースターとか買ったから、それをねご紹介できたらなと思います。やっぱ美術館っていいよね。ではね、今回は美術館の楽しみ方とおしゃべり会でした。東京だけみたいで回ってったりとかしない展示みたいなので、ただね7月6日までやってるので、もしご興味がある方行ってみてください。ではここまで見ていただいてありがとうございました。焼き鳥でした。